わしじゃ、浮御堂弥勒じゃ。引き続き、重装騎兵バルケンをプレイしていくのじゃよ。今回はステージ5とステージ6じゃ。いずれも迷路みたいな探索エリアが難しく、慣れるまでは結構手こずるステージなんじゃよ。まずはステージ5じゃ。ストーリー的には、悪の場の陥落後、徐々にジェイクたちの合衆国軍が優勢になっているようじゃな。シャトルを使って宇宙へ戦力を送り込もうとしている敵軍を阻止するべく、地球に降りたバーシスはそのまま最前線送りじゃ。同僚ハーマンを失ったジェイクを慰める優しいクレアタン。正直なところ、だいたい7割ぐらいはジェイクのせいのような気はするのじゃが、最初の強制スクロールはすぐ終わるので、ここはあまり無理はしないようにな。クレアタンの言う通り、地上からの対空砲火は当たり判定はないので無視して大丈夫じゃ。地上に降りてからは単純な横スクロールと見せかけて、実はかなり攻撃が激しい。空中からの爆雷投下と地上からの攻撃で強引に前に進むと、あっという間に体力ゲージを削られてしまうのじゃ。地味じゃがシールド防御を活用しながらゆっくり進んでいくのがおすすめじゃ。このパワードスーツみたいな小型の敵、ハイシャーというらしいのじゃが、結構厄介なんじゃよ。資源不足でアサルトスーツの代わりに開発されたという設定じゃが、小型で動きも速いので倒しにくく、コンボも地味に強敵じゃ。あ、この敵のおっさんはベルダーク少佐と一緒にいた人じゃな。設定上はベゲトフ、カガノビッチ軍曹というらしい。敵にも敵の守るものがある戦争じゃな。このステージに登場するウンタートは移動放題的なアサルトスーツなんじゃが、このレーザーは当たると痛いのでしっかり防御するのじゃ。そしてついにこのステージでは追加武器のレーザーが手に入るのじゃ。これは取り逃さないようにするのじゃよ。レーザーは一定間隔で充電時間が必要だが、敵を貫通してダメージを与え続けられるので非常に使い勝手が良いのじゃ。ここからはレーザーを優先的にパワーアップしていくのじゃ。この発射基地内は結構入り組んでいて、思わぬところから攻撃を受けることが多い。あと、あまり下の方に行きすぎると奈落の底に落ちてゲームオーバーになるので注意じゃ。だんだんと背景が青空から夕暮れに変わっていくのが良いな。本作のキャラクターデザインはラングリッサーなどでも有名な漆原聡氏が手掛けているのじゃ。漆原氏といいと美少女キャラばかりが取り上げられるが、ラングリッサー初期などを見ればわかる通り、実は死の描くおっさんキャラは非常に色気があってかっこいいキャラばかりなのじゃ。なのでもっとバルケンのようなおっさんキャラをどんどん描いてもらうと良いと思うのじゃ。またメカデザインなどグラフィック全般を手掛けた中井聡氏も忘れてはいけないのじゃ。ジノーブや超兄貴などメサイア作品のグラフィックのクオリティの高さはまさに中井氏あってこそ。後にカルドセプトのデザインを手掛けるなど、その独自の世界観は素晴らしいのじゃ。あと一つ、P を取ればレーザーがレベルアップするのじゃよ。
と他に行っていない場所はなかったかな。戦車が P を落としてくれたようじゃ。さて、無事にレーザーもレベル2までパワーアップし、当たり判定もより大きくなったのじゃ。ハイシャーが本当にくせ者なんじゃよな。タートはできればレーザーを追ってくる前に撃破したいところじゃな。えらいことになったのじゃよ。とりあえず回復アイテムも出たので、よし、じゃあ。ようやく中ボスのツバイバイニヒトの戦闘じゃ。と言っても、こいつは動きも鈍いので、レーザーを当てていけば割と簡単に撃破できるのじゃ。そしてまだもう少し基地内の探索が続くのじゃよ。敵の機体を撃破するとパイロットが脱出して逃げていくというのはあまりアクションゲームにない演出じゃな。自分が攻撃する敵には同じように人間が乗っているのだという戦争の当たり前をしっかり表現していると思うのじゃ。だがそれはそれとしてやはりハイシャーはうざいのじゃよ。そういえばステージ冒頭でシャトル発射まで秒読みなので急げというような話があったが、特にここまでで時間制限があるわけではないので急ぐ必要はないのじゃよ。なんとなくじゃが、ここは下に落ちたらやばい気がするのじゃ。やっと目的地であるシャトルの発射台に到着じゃ。だが惜しくも間に合わずすでにシャトルは発射寸前に。ブースター装着で追撃じゃ。このブースターのおかげで高速スクロールステージがあったりと展開にメリハリが出て単調にならないので非常に有用な装備じゃな。こういうあたりも前作レイノスの経験が生きていると思うのじゃ。ステージ5はこのシャトル撃破が実質ボス戦となる。このシャトルの名前がエスポワール、希望というのも皮肉じゃのう。敵にとっての希望、撃ち落とさないといけないわけじゃからな。シャトルの砲台やエンジン部分など当たり判定があるところを全て破壊すればクリアじゃ。雑魚敵を破壊するとパワーアップアイテムが出るのじゃが、上昇中なのですぐに落下してしまい、真下にいないと取るのは難しいのじゃ。しかも一定時間内にシャトルを撃破できないとステージクリアはできるが、エンディングがバッドエンドになってしまう。ここがステージ3に続いて2つ目の分岐点ということじゃの。体力ギリギリじゃが、なんとか間に合ったのじゃ。ジェイクもただ兵士として生き延びるだけではなく、
戦争を終わらせたいと言ってついに吹っ切れたようじゃな。続いてステージ6じゃな。戦局はいつの間にか大きく動いていたらしく、敵の首都制圧の最終作戦が発動するようじゃ。そして作戦開始に間に合わなくなってしまうため、高射砲が待ち受ける敵の陣地を強行突破することになったということで、相変わらずこの部隊は無茶ばかりじゃのう。さて、前半は雪の森林地帯での高速スクロール戦じゃ。生き残った同僚のメガネじゃなかったカーツもすっかり頼もしくなったのじゃ。前のステージに続いて立ちはだかるカガノビッチ軍曹たちじゃが、今回のこのスノークスという機体は耐久力も高くなかなくて怖い。後方にばらまいてくる爆弾のようなものがダメージも大きいので、このように前方に陣取って後方へ向けて攻撃する形が理想じゃ。ここでもやはりレーザーが大活躍じゃな。高速スクロールが終わった後も油断は禁物じゃ。同期迷彩仕様のハイシャーが建造物の影に隠れており、かつに進むとあっという間に大ダメージを受けてしまう。例によってシールド防御をしっかり使いながら慎重に進むのじゃよ。ようやく敵の基地内に突入じゃ。ここのエリアがわしは一番苦手じゃ。暗い基地内を照らすライトに出力を取られてしまうらしく、レーザーとパンチが使えなくなってしまうのじゃ。そしていきなり現れるサーペントというその名前通りの敵。神出鬼没で、しかも戦闘部分にしかダメージ判定がなく、うっかり地形との間に挟まれると即死じゃ。なので、これはとても危ない例じゃ。真似しないようにな。このサーペントを倒すと先に進めるようになるが、地形も複雑かつ暗くて見にくい上に、ハイシャーがあちこちにいるのでとにかく慎重に進むのじゃ。防御シールドを使ってる間はライトが消えるのじゃが、その時にハイシャーが接近してくるのが厄介じゃ。だるまさんが転んだ状態じゃの。あと、クレアタンにせかされるが、ここも時間制限はないので安心するのじゃ。この角度だとバルカンが当たらないのじゃ。そういえば、ハーマンのカーツも実は開発スタッフの方がモデルとのことじゃ。昔のゲームはそういうのが多くて楽しかったの。バルカンとその反射をうまく使って敵を倒していくのじゃ。これ、敵に当たってるのかどうかわからんの。ちなみに、肉薄されてしまった場合は、ジャンプして真下に攻撃すると良いのじゃ。ここにはなぜかウサギさんがいるのじゃよ。この地雷もあちこちに設置されていて、うっかりするとひどい目に遭うので注意じゃ。ここのエリアの最下層もステージごと同じく底なしの即死じゃが、実は下部から進むのが一番安全なので、
体力がないときはこのルートを選ぶと良いぞ。慎重かつ確実に進むしかないので、このステージは見ている人も来てくると思うのじゃよ。まあ、もうちょっと我慢するのじゃ。なんか巨大な列車みたいなのが突っ込んできたのじゃ。ここはインディ・ジョーンズ的なトラックと思って慌てずに脱出じゃ。ここまで来たらあと少しなんじゃよ。体力回復のアイテムが欲しいところじゃな。この辺りは敵はいないのじゃが、地雷が至るところにあるのがなかなか意地悪なのじゃ。今は P が出てきても選べるのはバルカンとミサイルだけなので、パワーアップできる武器がないんじゃよね。確かこっちだったはずなんじゃが。ようやく出口のようじゃ。この放射砲をすべて破壊することがこのステージのクリア条件じゃ。地上に出たのでやっとレーザーが使えるのじゃ。放射砲をすべて破壊しなければならないのじゃが、ボスであるシュネーブルスキも攻撃してくるので、まずは素早くこいつを片付けたい。機首部分にエネルギーを貯めての突撃がかなりダメージが大きいので気をつけるのじゃ。よし、あとは放射砲だけじゃな。一定時間内に放射砲をすべて撃破できないとバーシスが撃墜されてゲームオーバーになってしまう。破壊し忘れがないようにさっさと終わらせるのじゃ。なんとかクリアじゃ。次回はいよいよ最終ステージじゃ。感動のラストが待っているので次回をお楽しみにな。では今回はここまでじゃ。次回もよろしくな。